皆さんこんにちは。さあ今回はパリ美術館巡りの第2話ということで、パリの絶対行くべき美術館、ルーブル、オランジュリー、オルセーの見どころと効率のいい回り方をご紹介します。妻からの買い物ミッションやカフェもご紹介しています。見どころたっぷりの動画となっていますので、ぜひチャンネル登録の上じっくりとご覧ください。それではスタートです。今日はルーブル美術館に向かいますが、その前に途中にあるバンドーム広場に立ち寄ります。遠くに見えるオーステルリッツ記念柱が目印です。ホテルからルーブルまでは歩いて17分。バンドーム広場はルイ14世の栄光を称えるために作られた広場で、中央にあるのがオーステルリッツ記念柱。周囲は高級ブランドや宝石店が立ち並ぶショッピングスポットになっています。パリの最高級ホテルの一つ、ホテルリッツパリ。そしてこちらがオーステルリッツ記念柱。オーステルリッツの戦いでのナポレオンの勝利を記念した柱です。広場から歩くこと数分、ルーブル美術館に到着です。ルーブル美術館やってきました。正面に見えるのがね、ガラスのピラミッド。こちらの広場はナポレオンの中庭。ピラミッドは1989年ミッテラン大統領の時代にイオ・民兵氏のデザインで作られました。一見して違和感のあるピラミッドは当時かなりの批判を浴びたそうですよ。ピラミッドと反対側にはカルーゼル凱旋門があります。こちらからはエトワール凱旋門が見えるはずなんですが、この時は工事中のようでした。ちなみにルーブル美術館の敷地面積はなんと13万平米もあるそうです。ルーブル美術館の定休日は火曜日。入場料は17ユーロ。見学の目安は3時間以上です。周囲がショッピングセンターのようになっている廊下を奥に進んでいくと、何やら見えてきました。名物の逆ピラミッドがありました。こちらの入り口は事前にチケットを購入している人が入場できます。それで今回ね、こちらの、パリミュージアムパスを持ってますので、こちらで入場したいと思います。ここでパリミュージアムパスについて解説をします。パスは2日券、4日券、6日券とあり、今回は4日券 73.5 ユーロを購入しました。パスが利用可能な美術館、観光地はルーブル、オルセー、オランジュリーの他にもたくさんあります。何よりチケット購入の列に並ばずに済むので、時間の節約になるのが一番のメリットです。こちらのね、時間予約ですね。今日の9時で予約をしてますので、この2つでね、入れるかなというふうに思います。オーディオガイドもこういった形で予約できるんですね。一応予約をしてます。5ユーロなんですけども、時間があったので周囲を歩いてみました。中世のルーブルはパリを守る要塞だったことから、地下には要塞跡地の一部を見ることができます。こちらはルーブル全体の模型です。こんな感じでね、ルーブル美術館の公式ページにあるマップをね、あらかじめダウンロードしてあります。これ見るとね、大体どこに何があるかわかるんですけども、1って書いてある階のこの赤いところですね、こちらにモナリザがあるので、そちらにまず行ってみたいと思います。今8時49分ですけども、こんな感じでね、並ぶ列ができてきてます。9時になり、いよいよ会場です。まずはセキュリティチェックがあります。金属類はポケットから出してゲートを通ります。ルーブル美術館では古代から19世紀まで約38万点の美術品が収蔵され、常時3万5000点もの作品が展示されています。入場者数は世界最多で年700万から800万人以上が訪れています。
こっちがリシリー浴で、こっちがシェリー浴、そしてこっちがデュノン浴。モナリザを見るためにまずはデュノン浴から行ってみます。こちらはサモトラケ島で見つかった勝利の女神ニケの彫刻です。スポーツメーカーナイキの社名とロゴマークはこちらのニケに由来しています。ニケを見た後は再び順路に沿ってモナリザに向かいます。こちらの広いフロアを抜けるとイタリア絵画のフロアグランドギャラリーがあります。おお、空いてていいね。やっぱ朝市はいいね。空いてる。おお、すごい美術館だ。ほんとね、絵がいっぱい飾ってある。まずはみんな入っていってるモナリザ行ってみます。お、もうこんな並んでる。すでに結構な列ができていますが、まずは並ぶことにします。並んでる間にも周囲には多数の絵画を見ることができますよ。特に絵の大きさには圧倒されました。モナリザはルーブル美術館の中でも圧倒的な一番人気を誇るレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作です。公式サイトではリーザ・ゲラルディーニの肖像という作品名になっていますが、モデルの素性や描かれた場所、背景など謎の多い絵画としても有名です。モナリザの後ろを振り向くとカナの婚礼があります。ナポレオン一世によってイタリアから持ち込まれたルーブルで最も大きな絵画です。聖書に出てくるカナの婚礼が舞台で、キリストが水をワインに変えたという奇跡の様子を描いたものです。真ん中に座っているのがイエス・キリスト、隣にはマリア、右下の水亀からはワインがこぼれているのが見えます。グランドギャラリーには他にも有名な絵が多数ありますので、一部ご紹介します。こちらが面白い絵で、ゴリアテをダビデが倒すシーンを描いた絵ですが、なんと反対側に裏側から見たであろう絵が描かれています。続いてやってきたのはモナリザの間からすぐ近くにあるフランス絵画の間。こちらにも有名な絵画がありますよ。まず左に見えてきたのはメデューズ号のイカダ。フランス海軍のメデューズ号が座礁した時に149人が漂流したとされる粗末なイカダです。当時大変な事件だったそうですよ。そしてその奥に見えてきたのはドラクロワの民衆を導く自由の女神。ロマン主義を代表する画家ドラクロワが1830年のフランス7月革命を描いた絵画です。左手に銃、右手にフランス国旗を持っている女性は自由の女神のシンボルとして描かれています。
そして天井もところどころ素晴らしくなってるんですよね。隣のお部屋に行くと左側に大きな絵が見えてきました。ナポレオンの戴冠式はノートルダム大聖堂で行われた戴冠式の様子を描いています。ナポレオンが皇妃ジョセフィーヌに戴冠をしています。こちらはショップです。ショップの上にもこれほどの絵画が飾られているのはさすがルーブルですよね。フランス絵画のフロアを出るとサモトラケの2軒に戻ってきました。だんだんと混んできているのがわかりますね。こちらの筋肉質な男性は戦争の神マルス。そしてさらに奥に進むと人だかりの中に見えてきましたよ。こちらがミロのヴィーナスです。1820年にエーゲ海のミロス島で発見されました。像の正式名称はアフロディーテ、コントラポストと言われる動きのあるポーズが特徴です。アンジェリーナは1903年創業、モンブラン発祥の店と言われる有名カフェです。こちらは朝食セット、クロワッサン、トースト、コーヒーやジャムのセットです。クロワッサンはパリパリで美味しかったですよ。こちらはエスプレッソ。もちろんモンブランも注文してました。なかなかのお値段ですよね。17世紀を代表する画家ルーベンスのマリー・ド・メディシスの生涯と呼ばれる連作です。フランス国王アンリ4世の王妃マリーの生涯を描いた作品とされています。館内ではところどころで模写や学校の授業のような風景が見られます。こちらはリシュリュー浴の3階、フェルメールの絵があるフロアですが、有名な絵はオランダのフェルメール展に貸し出されていました。通路が徐々に豪華になっていき、お部屋も豪華になってきます。そして最も豪華なお部屋がメインのお部屋となります。こちらはナポレオン3世の肖像画。こちらは大食堂です。バビロンの王のハンムラビ法典はバビロン第一王朝を建国したハンムラビによる法典が書かれた彫刻です。目には目を、歯には歯をというフレーズは有名ですよね。続いてご紹介するのはアポロンのギャラリー。アポロンは太陽の神、太陽王と言われたルイ14世の指示で作られました。装飾を手掛けたのはベルサイユ宮殿の内装も手掛けたシャルル・ルブラン。きらびやかな内装には圧倒されますよね。こちらはルイ15世が戴冠式で使った王冠。宝石のほとんどは偽物ですが、王冠に使われた宝石の一部は残されていて、最も大きい中央の台はなんと140カラット。こちらの透明な器はガラスではなく水晶をくり抜いて作ったものということです。天井の絵はドラクロワの作品です。そして壁に見える肖像画は絵ではなくタペストリーになっています。今回は事前に下調べをして約3時間かけて見たいものだけ見ましたが、見どころがたくさんあり、どの程度時間をかけるかは本当に難しいです。美術品の数だけでなく見せ方も素晴らしく、世界一の美術館と言われるゆえんです。最後はお決まりのお土産屋さんです。
ギフトショップはいくつかありますが、こちらは入場してきたデュノン浴のショップです。出る頃にはびっしりと列ができていました。ルーブル攻略のポイントは早めのチケット購入と朝一の入場だと思います。さて、今回の旅行、妻からの買い物ミッションがいくつかあります。最も大事なミッションはポレーヌのバッグ購入です。これができないと大変なことになりますよ。幸いルーブル美術館から歩いて10分ぐらいのところにあったので、出てすぐに行くことにしました。ポレーヌは人気店のため結構混んでましたよ。ポレーヌは2016年創業のフランスのブランドで、製造はスペインで行っているそうです。ファッション性が高い割に値段が日本円で約5万円前後とリーズナブルになっています。映画エミリー・パリへ行くでも採用されたそうですよ。あらかじめ妻がネットで品定めにしておいたバッグが2つ。1つはすぐに見つかったので購入を決定。もう1つは色がいくつかあったので、スマホのテレビ電話で連絡を取りながら決めました。妻の希望は黒だったようです。これは？これ。This one okay. ありがとう。Yes, yes. Two bags, please. At the airport, scan this one at the kiosk. For the tax refund, you can to return 76 euro yes. back on your credit card. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. 最も重要なミッション、無事終了でほっとしました。続いてはオランジュリー美術館に向かいます。ポレーヌから歩いて20分ぐらいです。こちらがオランジュリー美術館。ルーブルと比べるとかなりコンパクトですよね。オランジュリーという名前はかつてオレンジ用の温室だったことに由来しています。かなり人が並んでますが、オランジュリー美術館もね、ルーブル美術館と同様にパリミュージアムパスで、ネットでね、今日の3時に時間予約をしてましたので、予約ありで入ることができるということですね。こちらから楽々入場です。オランジュリー美術館の定休日は火曜日。入場料は 12.5 ユーロ。見学の時間は約1時間ぐらいです。オランジュリー美術館はモネの睡蓮を展示するために作られた美術館です。19世紀末から20世紀初頭にかけての作品が展示されており、モネ、ピカソ、セザンヌ、ルノワールなど近代の作品を鑑賞できます。睡蓮が出来上がるまでの解説にはフランス、英語とともに日本語が併記されていました。オランジュリー美術館は睡蓮を展示するため細長い構造をしています。こちらの通路を抜けると睡蓮の間です。天井は明るく自然光が入るようになっています。睡蓮は第一次世界大戦休戦協定の翌日に平和の象徴としてモネからフランスに送られたモネ晩年の連作です。モネのライフワークとして約30年間にわたって描き続けたと言われ、こちらの大きな絵の他にも睡蓮というタイトルの絵画は世界中の美術館に点在しています。もう一つ同じような通路があり、この奥にも同じ大きさの部屋がありました。こちらも睡蓮です。モネは日本好きで知られており、こちらの絵のタイトルはなんと日本の柳。睡蓮のモデルになったジベルニーにあるモネの庭園は、どこか日本を思わせるものになっているそうですよ。他にもピカソ、セザンヌ、ルノワールなど印象派、ポスト印象派の傑作が多数展示されていますので、見どころをご紹介します。オランジュリー美術館はルーブルやオルセーほど混みませんので、
1、2時間程度で十分に鑑賞可能と思われます。ギフトショップは結構充実してましたよ。カフェもありました。外にはコンコルド広場がありますが、こちらは別の動画でご紹介します。今日朝からね、オルセイ美術館に行く予定なんですけども、その前に朝食のね、レストランを Uber で行ってみたいと思います。カフェドフロールっていうところに行ってみます。4分ぐらいで来るみたいですね。19ユーロなんでちょっと高めですかね。カフェドフロールはサンジェルマン大通りに面した1887年創業の老舗カフェで、芸術家や著名人が多数来店した名店とされています。店の前にメニューがあるのはいいですよね。担当ウェイターが決まっていて、オーダーや会計はその人にお願いするのがパリのスタイルです。店内はごく普通のカフェの雰囲気。日本人の方も複数いましたよ。こちらがメニューです。メニューは前半がフランス語、後半は英語でした。今回はクラブサンドイッチ、クロワッサン、クリームブリュレ、コーヒーを頼みました。クロワッサンは大きめでパリパリ。これは最高でした。クラブサンドイッチは卵やハムが挟まれていて、かなりボリュームがありましたよ。クリームブリュレはやや甘めですが、上のカラメルはパリパリで絶品でした。オルセイ美術館はルーブルと並びパリを代表する美術館で、ゴッホ、ルノワールなど約4000点の作品が展示されています。向かいはルーブル美術館。オルセイは世界遺産パリのセーヌ河岸の構成要素です。オルセイの定休日は月曜日。入場料は16ユーロ。見学の目安は2時間ぐらいです。9時半の開館10分くらい前に到着しました。今見えている A の入り口は当日券購入の入り口です。ミュージアムパスがあると C の1から入場できます。ちなみに時間予約は不要です。正面はルーブルよりも近代的な感じがします。やっぱりミュージアムパスがあるとだいぶ前に進めますかね。まだ開館のね5分前ぐらいなんですけども、結構人がいますよね。入り口でセキュリティチェックがあります。オルセイ美術館には1848年から1914年までの美術品が展示されており、それ以前の美術品が展示されているルーブル美術館とは時代が異なります。オルセイの開館は1986年。1900年のパリ万博に合わせて建てられた駅舎をそのまま利用しており、特に天井や時計台を見ると、その当時の名残を垣間見ることができます。入場してまず目に入ってくるのは、こちらの自由の女神。フランスからアメリカに送られた自由の女神のレプリカです。主な展示フロアは0階、2階、5階ですが、まずは大時計やゴッホなどがある5階を目指します。5階に行くエレベーターとエスカレーターは一番奥にありますので、彫刻を左右に見ながら奥に進みます。オルセイは個人的には最も楽しめる美術館だと思いましたので、ぜひじっくりとご覧ください。奥に行くとガラスの床とその下にはパリの模型が展示されていました。エスカレーターでまずは5階に登ります。5階は主に印象派、後期印象派の絵画が展示されています。大時計の裏側は絶好の SNS 映えスポットですが、朝一の空いてるうちにこちらで撮影するのもいいですね。さあ、印象派のフロアに来ましたよ。有名な作品をご紹介してまいります。こちらはマネ、草上の昼食。現実の女性のヌードを描いたことから当時は大変な批判を受けたそうです。そしてこちらはモネの草上の昼食。マネの作品を意識した作品ということです。
こちらは有名なルノワール・ムーラン・ドゥ・ギャレットの舞踏会。印象派を代表する画家であるルノワールの代表作の一つです。モンマルトルにあるダンスホールでの舞踏会の様子を描いています。ちなみに印象派というのは1860年代半ばにフランスで始まった芸術で、忠実に描くのではなく周りの光や空気感を淡い作風で捉えようとした手法です。ですのでこの絵のような優しいタッチの絵画が多く見られます。こちらの田舎のダンスは本来は都会のダンスと2枚組のはずですが、なぜか1枚だけでした。こちらは非常に印象派らしい作品ですね。オルセーにもモネの睡蓮がありました。5階にあるもう一つの大時計の裏にはおしゃれなカフェカンパーナ。アール・ヌーボー風のデザインが特徴です。カフェの奥にはオルセー美術館最大の見どころともいえる後期印象派ゴッホがあります。中央の通路には彫刻が、左右には有名な絵画が多数展示されています。こちらはミレーの間。こちらの絵は貧しく貧困にあえぐ人たちが落ち穂拾いをしているところを描いたものです。こちらはアングルの泉。理想の女性を表現したこの絵は当時絶賛されたそうですが、現実の女性ではありません。こちらはカバネルのヴィーナスの誕生。ミロのヴィーナスと同じアフロディーテが海から誕生した場面が描かれています。そして最後にご紹介するのがこちら、マネの代表作オランピア。現実の娼婦の裸を描いたことから大きな問題となった作品です。最後はやっぱりお土産ですね。5階と1階にショップがありました。オルセーにちなんだ画集や絵はがきなどが中心です。オルセーを出た後は歩いて24分、シテ島を目指します。ルーブルを左手に見ながらセーヌ川沿いを歩きます。この辺り一帯は世界遺産ですのでちょっと感動ですよね。ところどころに露店があり、賑わってるのはパリらしいですよね。さあ、シテ島が見えてきました。では今この橋を渡ってシテ島に向かってます。こちらからね、セーヌ川とこっちがシテ島で、そしてこちらの右端奥の方にね、ノートルダム大聖堂が見えてます。サントシャペルの前結構並んでますね。多分チケットがあれば並ばなくて済むんじゃないかと思いますけども、パスを持っている人は空いている左側に並びます。まずはセキュリティチェックです。サントシャペルは定休日はなく、入場料は 11.5 ユーロ、見学は30分ぐらいです。サントシャペルとは聖なる礼拝堂という意味で、ルイ9世の遺物を所蔵するため1248年に建てられた教会です。特徴はステンドグラス、外は黒いですが中はすごいですよ。エントランスも立派ですよね。こちらでチケットをチェックします。1階は仮想礼拝堂と言われ、ショップなどがありました。
こちらの階段から上層礼拝堂に向かいます。階段はかなり狭い上に急なので気をつけなくてはいけません。階段を上ると、そこは別世界でした。ステンドグラスはパリ最古のものと言われ、創世記からキリストの復活までが描かれています。物語は下から上に向かって進みます。円形のステンドグラスは西のバラ窓、ヨハネの預言書である目次録を表しているそうですよ。サントシャペルの隣にはコンシェルジュリーがあります。この門はとても立派ですよね。サントシャペルから少し歩くとノートルダム大聖堂が見えてきます。こちらは2019年4月に火災があり、現在修復中です。正面には展望台が用意されてますので登ってみます。思ったより大きくかなり迫力があります。ノートルダム大聖堂は1345年に完成しました。当時の最先端でゴシック様式最高峰の建築物と言われています。周囲には修復の過程が絵で描かれていました。大聖堂から歩いて17分、クレープのお店スデットに行くことにしました。こちらはクレープやガレットでは有名なお店のようです。店先にメニューがありましたよ。わからないところは Google 先生に教えてもらいます。今回は卵とハムのガレット、レッドフルーツのクレープをオーダーしました。ドリンクはペリエです。ガレットはそば粉生地を薄く焼いたもので、クレープと比べるとやや固めで薄いせんべいのような食感です。卵やハムのような食材とは合いましたよ。クレープは日本のクレープと同様柔らかいスイーツでした。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。